今日のモカツは懐かしい筋肉マン消しゴム塗装動画シリーズ。今回は当時もののレギュラーシリーズパート8スニゲーターです。様々な爬虫類に姿を変える変身超人の正体、ティラノザウルスの足、水性アクリル塗料でペイントをしました。このスニゲーターがラインナップされたパート8のブックレットです。ちなみにこの小冊子そのものは当時を再現した復刻版、後年に発売されたコンプリートボックスの付録でした。パート7に続いてこれまでの金消しラインナップが塗装済みの写真でずらりと並んだカラー刷りの一覧小冊子でした。パート8ではこれまでにダーク2世やアポロザ・ジャイアントといったところをペイントしてきました。ペイントするスニゲーター、ティラノサウルスの足の消しゴムの塗装前です。ペールオレンジの使用、経年の汚れ、黄ばみ、黒ずみは適度にありましたが、ペイントに影響するほどではなかったので、そのまま工程を進めていきました。塗装後のレビューを先に。金消しの中でも異質の造形です。スニゲーター本体のカラーリングを基調に緑での色分けにこだわりながら彩色をしてみました。下処理から塗装の様子は記録していますので、ここから詳しくご覧ください。消しゴムフィギュアの塗装はおよそこんな流れで下処理を行います。煮沸して成形し、表面のホコリや余計な油分を落とす。レンジンに漬け込み、可塑剤、塩ビを柔らかくする薬剤を抜く。乾燥させミスタースーパークリア艶消しを吹き、塗装の下地を作る。そして塗装です。塗装の様子はダイジェストで使用したカラーごとに見ていきます。まずは下地の塗装としてシタデルカラーのレイヤー、ホワイトスカーを水で溶いて薄く全体に塗りました。ハケを使って一気に塗るので 2,3 分あればできてしまいます。台座にするプレートにも同様に塗りました。プレートのサイズは直径3センチのものを使用しています。ベースが完全乾燥した後、メインカラーの緑、ファレホのモデルカラーミディアムオリーブを使いました。グリーンでは一番多用しているカラー。先に塗った白の下地が効いて一発で色が乗りました。色の境目になるところは面相筆で、面積の広い部分はハケで一気に塗りました。高さ約5センチ程度の消しゴム。ここで台座プレート、これも下地になります。シタデルカラーのベース、女系色オレンジです。目と口の部分、ファレホのゲームカラーブラッディレッドを塗りました。鮮やかな赤カラー、極細筆で丁寧に。この赤はアクセントになります。緑の2色目、メインボディの突起隆起した部分にシタデルカラーのベース、オールクフレッシュです。面相筆で一点一点のせていきましたが、ここは一番時間を要した部分でした。筆は基本は模型塗装用の面相筆。面積の広い箇所はハケなどを使って時短させ、効率よくペイントをしました。最下部は平面で作られているので、人型のデザインよりも容易に自立をします。シタデルカラーはイギリス生まれの水性アクリル塗料で、ミニチュアホビー用のカラー、ベース、レイヤー、コントラスト、シェード、テクニカルと用途に応じて様々な種類の塗料があります。粘性が高く隠蔽力の強いカラーが多いので、下地の色を気にせずに塗装ができます。瞳の部分を書き入れ、ファレホのゲームカラーブラックを使いました。ここも慎重に。歯と4本ある指の先端、爪の部分にシタデルカラーのベース、レイスボーンです。今回のような爪や骨の部分によく使う白カラー、隠蔽力強い粘性の高い塗料です。台座プレートの仕上げはシタデルカラーのテクニカル、特殊効果を表現するカラー種のマーシアンアイアンクラストを使いました。粒子を含む塗料なので少し取り扱いが難しい。
最後は緑の仕上げにシタデルカラーのコントラストミリタルムグリーンを水で溶いて適度に薄めて染め塗りしました。これで陰影が出て質感が高まりました。塗料は水性アクリルのパレホとシタデルカラーを併用しました。この塗装で用いた塗料はこちら。塗装にかかった時間は約50分でした。塗装後はソフト99コーポレーションのボデーペンクリアを全体に吹き乾燥をさせます。台座をつけて塗装後です。ということで今回は当時物筋肉マンの消しゴムレギュラーシリーズの金消しパート8のスニゲーターの正体ティラノサウルスの足水性アクリル塗料でペイントをしました。ご視聴ありがとうございました。次回の動画をお楽しみに。チャンネル登録高評価引き続きの応援のほどよろしくお願いします。